今日は、電車で1時間くらいのところにある洞窟に行ってみようと思います。その後は明日インドに飛行機乗るんですけど、ビザ180日間のやつ取ったんですけど、本当はネパール行って戻ってこようかなって思ってたら、なんか2ヶ月以内には再入国できないっていうことを同室のマレーシアのお姉さんに聞いたので、確認したらそうだったので、ちょっとどういう風に回るか計画を立てようと思います。マレーシアの、お姉さんにもらったんで、では行ってまいります。今茶色の線に乗ってサラセラタンというところに着いたので、ここから KTM だが青い線に乗ってケーブまで行きます。地下鉄の駅から少し離れたところにありました地元の駅を思い出します。スマホは人に助けを求めるのにもSIM の設定してもらうのにも英語表記の方が便利なので変更をしました。でもたまに自分でわからなくなります。行き先は全部画面を見せます。サラクセラタンから 3.4 リキッドでした。QR コードを読ませて中に入ります。プラットフォームは一つしかありませんので分かりやすかったです。タイとの国境から乗った電車の種類でした。座席の種類が少し違うパターンです。で、中がすごいクーラーガンガンだったので上着があるといいかもしれません。終点がバツケイブという駅の名前でしたので分かりやすかったです。出るとケイブは右と書いてありました。すっごいたくさんの人が降りてきます。で、出口を出て振り返るとハヌマーン像があって、だからなのか猿が周りにたくさんいました。で、このお猿さんにあげるようなのかモンキーバナナ販売してる人もいます。あそこの出口から出てきて左側になんか吸い込まれるように行きそうだったんだけど、多分有料のミュージアムかなんかかな。ほら、全体的にとってもカラフルでした。で、この階段が幅が狭くて急で人もたくさんいて結構怖かったです。 B さんだと。で、この階段を体感だと20分ぐらい登りました。鶏もいました。一つ目の洞窟で奥の階段を登ったところにも洞窟があるみたいです。で、ここの階段がまた急で怖かったです。一番上の洞窟から振り返ると景色がこんな感じに見えました。階段がすごい斜めになってるので気をつけてください。で、鳩がたくさん飛んでて糞もたくさん落ちてたんですけど、裸足でいる方もいました。で、降りる時の景色はこんな感じで見晴らしとっても良かったです。紫の帽子はどこで売っているんだろう。すごい、たまに叫び声が聞こえて、猿に食べ物取られる人がいた。次はバンクネガラに行きます。このマーデカスクエア
ト部に行ってみようと思います。バンクネガラの駅に着きました。発車までの時間と乗ってる間の冷房でかなり体が冷えました。外がちょうどいいぐらいです。おー、都会。すごい、奥にモスクが見えてきた。参ります。ドゥドゥー。GoPro で引きの絵だと分かりづらいんですけど、天気も相まってとってもかっこよかったです。私、モスクが白いやつですね。白いやいや、お昼の時間閉じてて14時半からみたいなんですけど、ラマダン中で14時から開放されてました。無料です。つ。ちょっと。で、みんななんかこういうローブみたいな、魔法使いのローブみたいなやつもあるっぽいけど、私マジのこれやったら人生で多分初めてモスクに入ります。石が冷たくて気持ちいいのか、寝転んでる人とか寝てる人がたくさんいました。女性と男性は場所が分かれているっぽくて、こちらは女性側でサークルになってコーラン読んでました。扇風機とかファンがたくさん回ってて、中はやっぱ涼しかったです。キッズスペースもあって、生活に身近な感じがとってもしました。